皆さんこんにちは。アイズインワンダーランドのアリスです。今日はコンフィ UI でこんなダンス動画を作っていきたいと思います。今日のはね、結構すごいですよ。今までのオープンポーズ、DW オープンポーズっていうのを使うんじゃなくて、今日使うのはスケール。スケールというポーズモデルを使ってこんな動画を作っていきたいと思います。今回のワークフローとかシステムは結構複雑なので、私も全部理解しているわけじゃないんですが、この動画を見ると、皆さんも私と同じような動画を使えるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。あとですね、いつも結構 VRAM 使ってるんですけど、これは結構少ないです。16GB でもかなりいい動画が作れますし、画像サイズをちょっと下げたりフレーム数を調節したら、12GB の VRAM の PC でも十分ダンス動画が作れると思います。それでは早速見ていきましょう。この一連のダンス動画とかですね、もうワンのモーションコントロールとか長い動画を作るとかはすべてこのキジャイさんっていうのが作ったワンビデオラッパーというのを使うとうまくいくんじゃないかなと思っています。今回もその中のこのスケールかなちょっと読み方はわからないんですけど、このスケールというビデオラッパーのノードを使わせていただいてます。このスケールっていうのは何かって言いますと、スケールポーズというものですね。略語はスタジオグラディオキャラクターアニメーションディアインコンテクスラーニングっていうのの略らしいんですけれども、こんな二人でもちゃんとポーズが取れる。そして複雑なポーズも把握できる。さらにすごいのは前とか後ろとか回転とかそういうのの把握が非常に優れてますね。これちょっとこんな感じ。こんな感じのオープンポーズです。顔と手はないんですが、体の動きを捉えるのは抜群ですね。こう見ててもですね、DW ポーズの棒人間と違って立体的ですよね。もうすぐくるっと回るときも前後が一緒にわかるので破綻しないと。そんなものになります。今日の手順ですが、インストールですね。コンフィ UI が入ってることが前提ですけれども、コンフィ UI が入ってるとして、今回ね、ちょっと大変なのがトリトン Windows と Sage Attention のインストールが必要というところです。あとはいつも通り、ワークフローをダウンロードして、それをコンフィ UI にドラッグ&ドロップ。必要なカスタムノードをインストール。そしてモデルをダウンロードして走らせるだけです。では、このトリトンのところからちょっと見ていきましょう。トリトンのインストールは、このトリトン Windows というレポジトリに書いてあります。概要欄に URL を載せておきますので、そのページを見ながらやってください。まず、コンフィ UI デスクトップのあるフォルダを開きましょう。私は C ドライブ直下にこのフォルダが入っていますので、ここから作業をしていきます。まず、コンフィ UI デスクトップのフォルダに今入っています。ここでアドレスバーをクリックして、CMD と入力してコマンドプロンプトを開きます。これはいつも同じ作業ですね。そして、このデスクトップ版では仮想環境を活性化する必要があります。ここで注意。ここの仮想環境はいつものブエンブではなくて、ドットブエンブになりますので、ここはドットブエンブスクリプツアクチベートと入れてください。仮想環境が活性化されると、ここに Config Desktop という文字が出てくると思います。そして、いつものこのディレクトリですね。ここは書いてあります。まず、このトリトンのバージョンを選択する必要があります。トリトンのバージョンは、PyTorch の種類によって決まりますので、ここに書いてありますね。この PyTorch が自分が何なのかっていうのを調べましょう。それによって入れるトリトンが変わってきます。では、そのコマンドを打っていきますね。このコマンドに関しても概要欄に入れておきますね。ちょっと長いので、覚えるの大変だと思いますから、この Python-C からのコマンドを入れていただけると、ここ私は 2.8.0。これですね。これが PyTorch になります。そして 2.8 ですので、こちらちょっと横を行っていただくと、トリトンの 3.4 を入れるということになります。そしてトリトンを入れるためのコマンドですが、こちらも Web ページにちゃんと書いてありますね。これですね。pip install -u トリトン Windows。そして、小なり 3.6 ですが、私の場合は今 2.8 ですので、3.4 を入れたいので、小なり 3.5 ということになります。実際入れてみましょう。ここをコピーします。数字を後で変えますね。ここに、ペースト。
して私は 3.4 を入れたいので、小なり 3.5 にします。そしてエンター。すでに入っているので、already satisfied になりますね。こんな風に入っています。そして、一応確認のコマンドもあります。これに関しても概要欄に置いておきましょうかね。3.4.0 が入りましたよっていう風に。これで、トリトン Windows OK。簡単ですね。こんな感じでデスクトップ版の場合はトリトンをインストールしてください。そしてセイジアテンションのインストールはもっと簡単です。Python -m pip インストール。セイジアテンションで OK ですね。私はもう入っていますので、2.8.0 ポスト3、2.2.0、これが入ってますよっていうことで、セイジアテンションが入りました。おそらくセイジアテンションはこのバージョンとかの縛りが厳しくないので、一番新しいものを入れていただければいいと思います。そうですね。Python -m pip インストール。最新のものを入れるのであれば、ここに-u をつけておけばいいですかね。-u でセイジアテンション。これ同じものが入って、新しいものもこれですよ。最新のものを入れてくださいという形で入れていただければいいと思います。次に ComfyUI のポータブル版を使っている方のトリトンとセイジアテンションのインストールを解説します。ポータブル版のフォルダーに入ってください。ポータブル版は仮想環境を使っていませんので、この Python Embedded っていうフォルダーの中で作業をしていきます。ダブルクリックしましょう。最終的にはこのフォルダーに、この Libs というフォルダーとinclude というフォルダを入れて、先ほどと同じようにコマンドで作業をしていきます。ではこのファイルがどこにあるかを見ていきましょう。先ほどのページ、Windows トリトンのページを下がっていくと、8番のところに書いてあります。まず、Python の 3.13 の方は、ここをクリック。私は Python 3.13 なのでクリックしておきます。そうするとファイルがダウンロードされます。Python 10の方はこちらをクリックしてダウンロードしてください。それ以外の方はこちらですね。こちらをクリックすると、このようなサイトに飛びますので、お使いの Python のバージョンに合うものをダウンロードしてください。3.13 もありますね。全部揃ってるみたいなので、この ZIP ファイルをダウンロードしていただければ OK です。そうすると、このように ZIP ファイルがダウンロードされますので、展開してください。すべて展開。そうすると、ここにこの include と libs が入っていますので、2つをコピーして、先ほどの embedded フォルダーに放り込んでください。では、先ほどの Python embedded フォルダーからコマンドプロンプトを開きます。こちらは仮想環境を使用してないので、コマンドを打つときは Python exe を使いましょう。-m pip インストール-u 3.5すでに入っていますので、requirement already satisfied ですが、この同じようなコマンドでいけます。こっちも注意点は Python exe -m で pip インストールですね。セージアテンションですが、-u セージアテンションと、これで OK ですね。こちらももうすでに入っていますが、入ってない方はこれでインストールされると思います。これで最初の準備が終わりました。では次はワークフローをダウンロードしていきましょう。こちらのページですね。こちらも概要欄に URL を載せておきます。バンテージナビガシさんのスケールプレビューガフというモデルを使っていくのですが、そちらのこちらですね。一番上にワークフローを載せてくれてますので、こちらをダウンロードしてください。そうするとこのような JSON ファイルがダウンロードされます。そしてその JSON ファイルをいつも通り ComfyUI の画面にドラッグ&ドロップするだけですね。ComfyUI の画面にドラッグ&ドロップ。そうすると、この ComfyUI は私が普段使ってないバージョンですので、もう真っ赤赤ですね。この真っ赤赤のノードをインストールしていきます。ComfyUI マネージャーを開きます。ComfyUI マネージャーちょっと新しくなってるんですよね。この不足している。こちらを開きましょう。そうすると不足しているものがどんどんこちらに入ってきますので、
これを順番にダウンロードしていきます。ComfyUI ビデオラッパー、ComfyUI KJ ノード、1アニメーションプロセッサー、カスタムスクリプト、Easy Use、スケールポーズ、レイヤースタイル。これだけですね。これだけインストールしていってください。で、もしですね、インストールできないよっていうものがあれば、一つ前のバージョンをインストールするようにしてください。選べるかな？できそうですね。自然に選べますので、そちらをインストールしていただければ OK だと思います。これ全部インストールして、ComfyUI を再起動していただければ OK です。デスクトップの方はどんどん新しくなってますね。はい。ComfyUI マネージャーもだいぶ見た目が変わりました。すべてインストールして ComfyUI が再起動できたとしましょう。では、カスタムノードがインストールできたとして、その続きをやっていきましょう。次はモデルのダウンロードですね。全体のワークフローはこんな感じ。結構大きいワークフローですね。名前が出るんですね、これね。いらなかったらデリートで消します。それで、モデルに関してはここに書いてありますので、こちらを参考にしていきましょう。ここではディフュージョンモデルが普通のモデルになってますけれども、こっちですね。この GAF モデルを使っていきます。で、先ほどのワークフローをダウンロードしたのと同じ場所ですね。ここに、Q、いくつかというのがあります。Q8 でも先ほど言ったように 16GB ぐらいで動画が生成できました。4ぐらい以降、4より下はちょっとね、性能が悪いことが多いので、この4より上のどれかを選んでみてください。ちょっと動くかどうかはやってみないとわからないので試してみてくださいね。私は Q8 でやってます。では一つ。そのモデルをダウンロードして、UNET のフォルダーに入れてください。あとは、こちらですね。テキストエンコーダーも専用のものがありますので、こちらの専用のものをダウンロードしてください。こちらクリックすると、そのサイト、ダウンロードされちゃいますね。ダウンロードが始まりますので、クリックしてダウンロードしてもらったら OK です。こちらは、クリップのフォルダーに入れてください。で、クリップビジョンエッジ、これもいりますね。こちらもこれ、クリックしたらダウンロードされると思います。VAE は 1.2.1 のいつも使っているものと同じです。ですので、今回必要なのは、GAF モデルを使う場合は GAF モデルのモデルを一つ。そして、テキストエンコーダーもこの ENC って入っている特殊なもの、これ専用のものを一つダウンロードしてください。それでダウンロードして一度 ROS とアップデート更新されますので、フォルダーに入ったものが選択できるようになります。ここにモデルのグループがありますので、ここで入れていくことになります。モデルはここですね。ここをクリックすると、親切なことに、ディフュージョンモデルと UNET 両方とも選択できるようになっていますので、ここからこのスケール、プレビュー、コンフィ980画風を選びます。OK。次に、もう一ついりますね。このライトニングローラー。4ステップでできるライトニングローラーを使いますので、このライトローラーがいりますので、こちらに関しても、概要欄の URL からライトローラーをインストールしてください。デフォルトではこの i2v イメージ2ビデオのランク64が使われてましたね。こちらをダウンロードして、ローラーのフォルダーに入れてください。そして、ここですね。ビデオ1ローラーセレクトで選択してください。次にですね、こちら、エンコーダー、この ENC と入っているものをダウンロードして、ここのから選択してください。で、VAE。これだけですかね。あとはここにクリップビジョンのエッジ。こちらもダウンロードしたものをクリップビジョンのフォルダーに入れて、そこから選択してください。モデル。ここにモデル。そしてローラ。VAE。エンコーダー。クリップビジョンエッジ。これだけですね。後のモデルは自然にダウンロードされます。スケールのモーションモデルとかそういうのはダウンロードされますので、OK です。で、このフラッシュローラーを使うので、ステップは4ステップですね。ちょっとこっちに行って、サンプラーの方を見ていきましょう。ちょっとワークフローがごちゃごちゃしてて本当にわかりにくいんですけれども、動画の処理をしているのはここです。スケジューラーとサンプラーに分かれてますね。ステップは8ですね。8設定 CFG は1という設定になるようです。
あとはまあこの辺触ることはないですね。このままやっていくという形になります。そして、どこをいじるかというと、一つは画像を入れます。これリファレンスイメージなので、何かこう動かしたいモデルの画像ですね。それをドラッグ&ドロップして入れてください。アリスの場合は、こんな画像、公園の中に立っているアリスの画像を使っています。そしてビデオ、このリファレンスビデオですね。ここに動かしたいビデオを入れてください。これはまあ、どんなものでもどんなものでもいいというか、結構試したんですけれども、実写でも結構アニメでもいけます。で、サイズは横長縦長ありますけど、それも指定できますので、何かお好みのものを入れてください。こんな形。で、この手は、採用されませんので、これ手でハートを作るようなところがあるんですけれども、そこで、こういうのは採用されません。でも逆に言うとこの手がぐにゃんとなったりしたのは消えますので、それはいいかなと思いますが、アイドルの手が可愛い、アニメーション、ああいうのがちょっとうまくできないところが欠点ではありますが、まあその欠点を補うほどのモーションの素晴らしさがあります。そして次触るところはここですね。これがフレーム数。全体のフレーム数ですね。今121に設定してあって、で、あとはここ FPS。24fps。1秒間に24コマなので、5秒の動画ができるということになってますね。で、幅と高さ。横長の動画になってますね。で、ここは32の倍数にしておいてください。両方とも32の倍数。オーバーラップはこのままでいいと思います。で、フレーム数の注意点としては、このビデオのフレーム、ここ121になってますので、これ以上のフレームにならないという、こっちを増やしてもね、121かな。これがちょっと良くないので、このフレーム数をここに繋げといてもらうと、こっちで指定されたものが、こっちの動画からの切り出しのフレーム、そして生成されるフレームが一致することになります。最初は480-832というデフォルトの大きさでどのくらいVRAM を使うかを見てみましょう。この121フレームでね。これで一でやってみようかなと思います。これでもう準備は OK ですね。画像を選んで、そしてビデオを選んで、ここで画像の大きさとフレーム数を選ぶ。そして FPS を選ぶ。あとは出力されるところがずーっといって、こちらですね。ファイナルアウトプットなので、こちらのフレーム数はさっきのフレーム数になってますから、名前だけですね。112なんだろう。ここを何かにしてもらえれば OK です。これで準備はいいので、さて、行きましょうか。せっかくなのでタスクマネージャーを出しながら行こうと思います。46.6GB 使ってることになっちゃってな。ちょっと待ってくださいね。では、メモリーをパージしましたので、ここから実際どのくらい、メモリーを使うのか、どんなように動くのかっていうのを見ていきましょう。ワークフロー大きいですよね。では、スタートします。スタート。最初はモデルのダウンロードがいろいろ入りますので、結構時間かかりますね。ちょっとここ、トゥーバーはダンシングだ。ちょっと待って。ちょっと、はい、失礼しました。で、ここはダンスでいいんですけど、ダンシングでいいんですけど、この提示したキャラクターの特徴を書いておくと、間違いがないと思います。書いてないとね、結構実写系になっちゃったりとか、いろいろ変わっちゃうので、アニメスタイル、ピンクヘアとか、キャラクターの特徴を書いておくといいと思います。この辺りでやっていきましょう。ここは早送りでどんどん送っていきますが、今、何をしているかな？ダウンロード。モデルですね。このオープンポーズのモデルを勝手にダウンロードしてくれてます。オープンポーズじゃない、エスケールのね、モデルをダウンロードしてくれてます。これちょっと最初時間かかるかなと思いますが、気長に待ちましょう。そして、ポーズをレンダリングしてますね。で、ポーズが出ました。レンダリング早いですよね、結構。デュアブルポーズ結構時間かかるんですけど、これ結構早くレンダリングしてくれますね。そしてそのレンダリングが終わった後は、はい、こちらのサンプラーに入ってますね。サンプラーで今動画を作っているはずです。今 10GB ですね。使用しているの。サンプラーに入っても 10GB、11、13。ちょっと増えていきましたかね。ただ、かなり使い目です。もちろん画像サイズを大きくしたり、フレーム数を長くしたら、かなりね、使えますけれども、この5秒のダンス、そして先ほどの大きさ
ただそんなにちっちゃくないですよ、大きさ。これが 480×832 ですから、まずの大きさの動画で、この使用量だとかなり優秀ですよね。12GB。まあログを見ると今ステップ1個目ですね。だいたい4分半ぐらいかかるかなっていうことですけど、早くないですかこれ結構ね。5秒動画4分。もう2つ目のステップに入りました。8ステップなのでしばらく待ちましょう。ほら3分35秒早いですよ。VRAM の使用もそんなに多くないですよね。やっぱり 12GB。いいですね。今までいろいろとダンス動画このモーションキャプチャーやってきましたけれども、かなりいいです。これは今までで一番手応えがいいって感じですね。ちょっと前に 1.2 のテンプレートのダンス動画のアニメーションのね、解説しましたけれども、あれともまた全然違いますね。使ってるモデルが 1.2 じゃなくて 1.1 なんですけれども、そんなの関係なくかなりいいですね。多分スケールを使っているということと、あとはこのあたりの処理が優れているんだと思います。このループマスターって結構いろいろ計算してくれてますよね。ゲットモード、セットモードでその繰り返しなんで何をしてるのか結構難しくて私もわからないんですが、いろいろと計算をして、そしてノードに入力できるようにっていうことはされているようです。ここね。あと動画の途中からスタートしたいとか、フレームを飛ばしたいときは、ここを触ってもらって、例えば 24fps だけど、12fps にしたければ、セレクトエブリ、これを2にするとかね。そうすると、1個飛ばして動画を作ってますし、あと最初10フレーム目から始めたいよとか、50フレーム目から始めたいよって時は、ここの数字を上げてもらったら OK かなと思います。そうしている間に、かなり進みました。ステップとしては5ステップ目まで入ってますね。ちょっとこのぶっつけでやってるので、どんな動画ができるかちょっとドキドキしますけれども、もう少しで動画ができてくると思います。今来ますね、もう。ビデオレコードどうだろう。ちゃんとアニメで出てくるかな？出てきましたね。いいですね。完璧。完璧ですね。どうですか？かなり良くないですか？このヌルヌル感、この VRAM の使用とこの短時間の生成で画質も綺麗ですよね、結構。それで、この動き、ちょっと回転とかが入ってないので良さがわからないかもしれないですけど、破綻が全然なくて、完全にアリス再現されてますよね。素晴らしい。では出来上がった動画を何個か見てみましょう。これ結構ね、すごいですからね。これ何がすごいかっていうと、やっぱ回転ですよね。回転するところと、あと動いても服とのこの整合性がすごく取れてて、画像の破綻が全然ないですよね。やっぱりなかなかすごいなと思います、ここ。完璧。という感じでダンス動画はかなりのクオリティになります。残念なところは手ですね。手がずっとグーなので、手の表現が多いものだとなかなか難しいというところがあります。次はこちらの動画になります。2人ですね。2人のダンスが、どのように追従するかっていうことですけど、2人でも結構ね、完璧ですよね。ただこのリファレンス画像でアリス1人にしたので、なんかアリス1、アリス2みたいな感じになるのと、あとやっぱ2人にするとちょっとこの顔とかがね、いまいちという感じはありました。それでちょっと私考えたんですけど、リファレンス画像に2人こんな風に入れたらどうなるかっていうのがこの動画になります。こんな感じでこの2人にすると、2人で一応ダンスを踊ってくれます。ところどころ混ざってますけど、2人のキャラクターが結構うまくいくところがあるのと、何よりこの動きが完璧ですね。完璧。というところで2人でもかなりうまく追従してくれることが分かりました。さらにダンス以外のもの、ちょっと見てみましょうか。次はこんなアクションシーンですね。こんなものがどんな風に見えるかというと、こうなります。ここでですね。ここでちょっと回転が入らないのは、実はこのポーズを見ると、ここでね、
一瞬ちょっと把握できなくて消えちゃってたので、ちょっと変な形になりますけど、まあ、かなりこう追従、ほら、こんな形とか、そしてアップしていって、まあ、かなりしっかり追従ですね、していると思います。ただ、楽勝シーンなんかもうまくやればいけるんじゃないかなと思います。こちらがちょっと、画質が悪いんで、その分、うまく撮れなかったっていうのがあるかなと思います。もうちょっと見ていきましょう。次は 3D アニメでこんな動画ですね。まあ、こんな風に家族が歩いてるのを、右側のリファレンス、チャッティとアリスの画像で、まあ、モーションキャプチャーしてみたらどうかということで、こうなります。まあ、歩いてますけどね。まあ、ちょっと人が多いのはなぜかっていうのがありますけど、これ多分これが、この女の人かなで、これが、ちょっとわかんないですけど、まあ、こんな感じでちょっと時々間違っちゃうこともありますね。一人多い。なぜか一人多いと。まあ、言う時もありますが、4人とも歩いてますね。はい、こんな面白い動画もできました。次はこの動画になります。まあ、人がたくさん歩いてる程度ですね。で、このリファレンス画像で、動画を作ってみました。それがこちらになります。うわ、すごいたくさん。まあ、人いっぱい歩いて、もうかなりたくさん歩いてるのを把握してますよね。まあ、人数がこれ何人いても大丈夫。ちょっとアリスだったり、なんか混ざった人、これすごいね。なんか、混ざった人とか、まあ、いろいろですけど、多分これほら、まあ、いろんな方向を見てますけど、まあ、いろいろですけどね。ほら、どうです通ってきて、すれ違う感じも、来たし。これはアニメでも結構綺麗に追従できるよっていうのを見せたかったんですけれども、アイリスアウトですね、人気の。ちょっと音楽使うと著作権に引っかかるんで、私が歌いますね。一体どうしよう、この思いをどうしよう。あばらの奥をザラ目が溶けてゲロになりそう。どこをバチ開いて溺れ死にそう。今この世で君だけ大正解。まあちょっと歌下手ですけれども、こんな風にダンスの方は綺麗にいきます。結構綺麗に。まあ手がないのって、あとはちょっとこの辺り動きが速すぎて、フレーム数がついてない感じはありますけれども、まあ、なんとなくそんな感じ。これね、腕が違う。アレンジしてますね。親指がこう出て。はい。この辺とかも、ちょっとこうアレンジが入ってますね。口に手がいかない。まあそんなところはありますけど、まあ顔と手の追従がないんで、まあ、こんなところも結構アレンジしてますね。まあそんな感じですけども、結構うまく追従してくれます。はい、皆さんお疲れ様でした。今日はまあ最後の方はちょっとうだうだと画像を見ましたけれども、最初の部分で、この導入の方法ですね。トリトンセージアテンションを入れて、モデルをダウンロードして、そして動かすというところはよくわかったんじゃないでしょうか。アリスの動画ではこんな風にコンフィ UI の使い方を実際使ってみてね、どうだったのかっていうのを報告してますので、もしご興味があったらまた見に来てください。あといろいろな AI ツールの使い方も紹介していこうと思っていろいろ試みてますので、コンフィ UI だけじゃなくてね、いろんなツールを一緒に使いこなしていけたらなと思います。それでは、今日の動画はこの辺りで終わりにしようと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。